チャーシューサービスね。ありがとうございます。チャーシューサービス。ラーメンって一杯で完成形なんで、やっぱり一個一個こだわってやってます。チャーシュー麺のお客様。はい、失礼します。味わいが絶妙で非常に美味しかったです。はい、すみません。お待たせしました。じゃあ、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。大体朝はもうこの時間から毎日。今閑散期なんで割と遅い方ですね。早い時だとまあ4時半とかから入ってます。これがはい新タンですね。まあ塩ラーメンなんとか白醤油ラーメン使ってるんですけど、前日から煮干しとか魚系を使って。うちは前日からソミュール液に、漬け込んで肉をなるべく柔らかくしてます。普通のチャーシューと違って工程が2つぐらい多いかなって感じです。多い時だと6本以上は出ますよね。いや、運送会社で働いてたんですけど、周りに飲食をしている人が多くて、で、まあね、やっぱり手に職をつけたいなって思った時に、まあたまたま周りにそういう方が多かったんで、自分もやってみようかなって思ったんですけど、その時が今43で33の時に会社辞めたんですけど、すぐできるものって何って思った時に考え方は安易だったんですけど、まあ、たまたまラーメン屋で、まあ一個のことだけこうするの好きだったんでっていう形でやってます。タレも4種類ぐらい使ってます。もう使い分けしてます。で、あと油なんかも、1、2、3、4種類ですね。高校生、大学生多いですけど、普通の人もやっぱり多いです。全世代に来ていただいてるかなっていう実感もあるんですけど。そう今しました。はい。で、豚系が今入ってます。で、これ入れます。内臓系が臭みなんで。仕上がった時にやっぱり臭みのないクリアなスープができるので、一番こう人気というか定番とかってなった時、うち不思議なもんで本当に幅広い層の方来ていただいてるから、ほぼほぼ均一で出るっていう感じです。僕としてはどうしてもやっぱりそのラーメンって嗜好品だと思ってるんで、まあうちでしたら食べたもので好きなもの探してくださいっていうスタイルではやってはいるんですよ。若い子だったらやっぱね、パイタンとかあと混ぜそばが多いんですけど、年召された方だとやっぱ中華で、あとやっぱ塩ラーメン。
もサラリーマンって高校の時からそうなんですけど、ずっと DJ してたんで、結構ものづくりと DJ って、世界観 DJ やってたことがなんていうんですか、ラーメンで世界観表現してますみたいな。ワンパークフェスとかも一応裏でラーメン作らせてもらったりとか、好きな方じゃなくてやっぱ辛い方を選びたいんですよね。それの方が自分の思いがハマった時にもう快感ってめちゃくちゃやばいなみたいな、人に喜んでもらうっていうこの快感を早い段階から覚えれたっていうのはめちゃくちゃでかかったかな。好きなことで飯食えるってめちゃくちゃ幸せなことだなって、やっぱサラリーマン経てるから思う部分、ただやっぱお金を稼ぐんじゃなくて、やっぱりやりたいことをやりながら生活させていただいてるっていうことにやっぱ感謝して生きていかなきゃいけないなっていうのは思ってます。基本的にやっぱりクリアな数字作りたいんで、単純作業なんですけど、とりあえず美味しくなれ美味しくなれって思ってずっと取りもんでます。沸騰した瞬間ぐらいでもう取ります。はい、で、こっちにここで今アクを取って初めてこっち側に移します。調べようと思ったらいっぱい調べる方法あって、より良いものってなんだろうと思って常にやっぱ探求してるんで、今このやり方なんですけど、半年後このやり方がどうかはわからない。硬くもなくプリッとしてる。ちょっとうまみ出るまで時間かかりやすいんで、鶏より先入れちゃいます。まあ実際これを入れていきます。これは福井のブランド鶏というか、福地鶏って鶏使わせてもらってる、チンタンに使わせてもらってるんですけど、鈴木系肉店っていう鶏専門店があって、そこから先輩がやってるんですけど、やっぱりうまみが全然違いますよね。福井のものを使いたいなって、福井でやっぱこうやって商売させてもらってるんで、その思いもすげえありますね。いいですね、いい目方ですね。でこれをこれも前日からソミュ液つけて、最初の豚から大体2時間半ぐらい経ったんで、次鶏入れていきます。
この状態でまたここからまた4、5時間炊きます。炊きます。味噌ラーメンだとこれに、動物系をプラスして出してきますね。煮干しと、まあ、魚だしと動物だしとで割って出していきます。潰すとどうしてもそこから、ビチャッとなっちゃうんで優しくで、大野ってね、福井県でも水一番美味しいところでもあるんで、そこから直接配達していただいてて、ラーメン美味しいのにご飯美味しくないとか俺嫌なんで、ラーメンって一杯で完成形なんで、スープいいのになんかチャーシュー残念、なんか何々が残念みたいなの嫌なんで、やっぱり一個一個こだわってやってます。30分ぐらいいろんなこと流用して。最初安定するまで結構アクが出るんで、まめに取ってあげる。はい。で、まあすごいプリッとした状態。とりあえず夜巻くんですけど、それまでまた、漬け込んで、また夜巻いてからも漬け込んで、さっきの朝の工程になるっていう。でここにさらにつなぎで卵、足して
ちょっとお肉強めで食べ応えっていうのは意識してますかね。季節にもよって変えてるんですけど、夏場だと逆にちょっと野菜多めにしてみたりとか、ニラと青ネギですね、います。これ使いますそのまま。はい、それをとりあえず混ぜていきます。綺麗なやつですか。こうしたんですか。空気を抜いて冷蔵庫で保管して。さっきより白濁とちょっとずつしてきてるんですよね。まあ業界でいうと当たるっていういわ焦げる可能性あるんで、一回こうやってあとは営業しながらあと2時間ないし3時間ぐらい。味のってます。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。工場？そうです。あー、すげえな。はい、すみません、お待たせしました。白醤油ラーメン、煮卵トッピングです。3番さん、ちょっと。
緊張してるんですか？大丈夫ですか？ゴーさん、奥側赤いコーン立ってるんですけど。あ、すみません、本当。まだまだしてる。チャーシューサービスです。チャーシューサービスね。ありがとうございます。チャーシューサービスです。7番さんに食券お願いします。7番さんお帰りです。はい。いいよ、おばさん。すみません、混ぜそばです。はい。ラーメンあげるよ。ごちそうさまです。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。はい。白湯大好物になりました。ありがとうございます。また来ます。白醤油ラーメンのお客様、失礼します。中華そば失礼します。これどうぞ。撮ります。お待たせしました。ごめんなさい、紹介してしまう。数台をかけてもらった味変するよかったらお試しください。どうぞ。パパ誕生日できたよって。非常に美味しかったです。結構来られるんですか、村中さん。そうですね、何度か家族がみんな好きで来てます。今日は主人と一緒にまぜそばと鶏白湯食べました。すごい美味しいです。福井で一番美味しいと思います。途中スープラー油で味変するのでお好みでお使いください。はい、ありがとうございます。すみません、エビモコラーメン失礼します。こちらも途中スープラー油で味変するのでお好みでお使いください。ありがとうございます。もう傷つけないで手羽をつけてなっていいですね。中華そば、2段玉。
10秒ぐらい加減です。だからエビって熱いじゃないですか、多分。なのでどうしても途中で伸びちゃう。瞬間やっぱり一番ベストな状態で食べてほしいなって思ってるんで。煮卵トッピングです。5さん、7番さんお願いします。あ、すみません。じゃあ、お兄さんお願いします。はい、すみません。チャーシュー麺のお客様。はい、失礼します。上のチャーシューマスターからサービスです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。はい、取り替えたし。はい、離します。はい、どうぞ。醤油。はい、どうぞ。胡椒がね、前あるんで、よろしかったら。はい。一応、隠れてるけど、写真。なんかもう味わいが絶妙で、もうとても食べやすく、もう2杯目もいけそうなぐらいの美味しさです。後で白髪ネギ出しておいてください。いや、手抜けないですけど、一応練習しながら。中華そばお待たせしました。ありがとうございます。やっぱりスープあっさりしてて美味しくて、チャーシューも炙ってあってとろみがあってすごいファンです。あれですね、朝一作っていたチンタン系のスープが
やもう終わったんで今腰先ですどうしても潰しちゃうと濁っちゃうんで、まあ、なるべく優しく肉のとしもう固形物がない感じですね。もう今全部こういう感じだから飲めない。で今飲んだ。また今度ね。本当に？今度子供が勝ったらあなた。が多いです。ありがとうございます。お気をつけて。はい、すみません。お待たせしました。子供いない。今日いない。今日スーパー行かない。スーパー行かない。いないや、スーパー行かない。俺には何にもないのか。いない、これ。ああ、俺には何にもないのか。ね。まあ仕込みしてることもあるんですけど、あれ基本的にあれこれでこうやって寝てます。はい。寝ないと無理っすよね。でまあ遅いと11時12時ぐらいまでまた仕事して朝の時間帯に来てます。オフショットです。今日はありがとうございます。食感にコントラストが出るように工夫してます。ありがとうございました。はい、4番丹馬です。担々麺ってこんな美味しかったんだなって思えるほど美味しくて、本当どれ食べても美味しいんでおすすめです。チキン南蛮もめっちゃ美味しい。はい。いらっしゃいませ。はい、お願いします。
ありがとうございました。またお願いいたします。四川料理の専門店としてここはいいですよ。お豆腐をずっと探してて、麻婆豆腐。そしたらまさか地元にあったというのでびっくりしまして、これで麻婆豆腐を作りたいなと思ってね。このお豆腐も完全な手作りなので、毎日毎日このコンディションが違うんですけど、そことまあ対話会話といいますかね、火を入れた時にふっくらと木綿なんですけど、そう舌触りが良くてふっくらと揚がるんですよね。50人来るか来ないか、まあ、ちょっと暑いんでね、こういう豆腐のカッこの水替えを数回繰り返すと、これだけでもうちょっと麻婆豆腐すっきりした味わいがもうこれ水道から水そのままやっちゃうと崩れちゃうんですよ。豆腐はそっと扱わないと美味しくなってこないんですよ。ちょっと透明になってるじゃないですか。こことこっちとこっちで違うじゃないですか。これがもうすっきりとした味わいに、こういうところが違ってきますね。明日の分とか今日の分の夜の魚を買いに行きます。30分ぐらいで戻ります。
中華料理を東京で20年やりまして、途中上海にも行きましたけれども、その後ですね、フレンチと、焼肉、あとは日本そば、他のジャンルを勉強してから開業っていう形を取らせてもらいました。こっちが粗挽きの、新潟県産の豚肉と細引きですね。これをブレンドしてこう食感にコントラストが出るように工夫してます。軽く焼き目をつけながら炒めていくようなイメージです。担々麺の方はお醤油も使うんですけど、甘じょっぱい上がりにしていきます。ちょっと甘辛いはい、かしこまりました。揚げ置きを絶対にしないってことですね。オーダーが入ってから必ず揚げたてっていうのはこだわってます。これチキン南蛮のソースですね。黒酢のソース。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、お願いします。いらっしゃいませ。
お店よく来られてるんですか？マスターが同級生なんで、はい、でよく来ますね。はい、何でも美味しい。冷たいんで冷やし担々麺が大好きですね。麻婆豆腐も辛いけどやっぱり大好きで、いろいろ食いたいんでセットで食います。豆板醤2種類入るんですね、これ。レモン醤油かピンクだ。四川のソース。麺にもこだわっておりまして、東京の観音製麺所っていう有名な製麺所あるんですけど、そこから仕入れさせていただいております。はい、低加水のストレートですね。製麺所の刃の切れ味が半端なく良くて、この角がしっかりと立ってるんですよね。食べた時に歯切れのいい食感が特徴です。かしこまりました。ありがとうございます。はい、4番丹波です。12番。担々麺ってこんな美味しかったんだなって思えるほど美味しくて、本当どれ食べても美味しいんでおすすめです。すいません、お願いします。はい。ありがとうございます。またお願いいたします。ちょっとでも鮮度が落ちたような状態だと、今日はもうレバニラなしで、冷凍物も使わないですし、もう本当にフレッシュにこだわってます。ありがとうございます。
せん。はい、レバーどうぞ。最後は少なめです。美味しそうだね。はい、そしたら担々セット担々どうぞ。はい、担々麺セット出ます。ありがとうございます。ありがとうございました。さんこれ仕上げ。ありがとうございました。お願いします。
ありがとうございました。またお願いいたします。四川料理の専門店としてここはいいですよ。味はね、日本人に合わせた四川料理を作ってる。チキン南蛮もめっちゃ美味しい。はい。失礼いたします。はい、ありがとうございます。あ、いいです。はい。はいどうぞ。はい。入ってる。はい、はい、お願いします。7番さんね。はい。さんこれ仕上げ。はい、5番さん頑張ります。お待たせしました。担々麺と麻婆飯のセットです。蓋を取りさせていただきます。
お待たせしました。ネギラーメンです。すみません、担々麺2個出前いけますか。担々麺2個、はい。お待たせしました。去年の3月ですかね。だからもう少しで1年。一番人気はやっぱりネギラーメンですかね。黒マー油ラーメン、あと醤油豚骨なんかも今結構人気ありますね。東京のお店にいた頃によく来てくれてたお客さんで、本が結構好きなんですいませんお願いしますってお願いしてサインいただいたんで。
ボイルしたあれですね、もみじね。この爪が匂いの元、もみじ扱う場合は爪取った方がいいですね。一応一味と10種類ぐらいのスパイスで作った自家製のラー油です。はい。担々麺用のラー油です。あ、うちと丸さんのコラボラーメン、濃厚豚骨、担々麺。このラー油なしでは語れません。はい。極太ね。極太は混ぜそばで使って、これは基本的に醤油とか塩の細麺ですね。これは塩。で2時間ぐらいするとちょっと白濁してくるんで、そのタイミングで油を入れて。はい、ごちそうさまです。どうぞ。どう思います？豚骨醤油と醤油でチャーシュー丼。チャーシュー丼。はい、ありがとうございます。ネギラーメンとネギ、はい。豚骨醤油で。醤油が必要です。はい。
はいどうぞ、熱いですよ。はいどうぞ。はいこちら醤油ですね。はいお待ちどうさまです。はいどうぞ。チャーシュー丼になります。はい。チャーシュー麺。チャーシュー丼ですね。チャーシュー麺ですね。はいはい、チャーシュー麺ね。はい、お待ちください。あなたずっと熱がなくなって。そう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 。その替え玉ですね。はい、お待ちください。どうぞお願いします。ごちそうさま、替え玉になります。はい、どうぞ。醤油、はい。醤油と塩ですね。はい、お待ちください。はい、こちら醤油。美味しいですね。はい、どうぞいらっしゃいませ。これ終わったらご飯ね。はい、お待ちください。はい、お待ちください。うん。お待たせしました。チャータバタンです。スープになります。すみません、担々麺2個出前いけますか。担々麺2個、はい。はい。はい、ありがとうございました。
はい、みんなで。YouTube 撮影。わー。こちらも韓国仕様。先輩がそう出勤して嫌な思いしたことある。待ってました。このごまの風味とね、ほんとたまんなくて、ちょっとピリ辛な感じがたまらなくていいね。サプライズ。ネギラーメンのニンニクなしです。すみません、もやしラーメンです。俺のせいみたいになってるけど振ったの。あれで緊張する。うまいっす。そのスープまあ一緒やな。昔から食べてきたラーメンやったんで、やっぱ美味しいんやなみたいなっていう嬉しさはありましたね。小学生幼稚園とかからもずっと食べてたんで、もう毎日のように食べてたんで。揚げていきます。全部どけて、いつものところへ持ってくる。
もやしラーメン。はい。はい、こちらもぜひ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まさに言いたい。豚骨塩味。はい。そうだから日本がよかったな、関山じゃねえよ、誰と神。有名人。だよ。はい、すみません、お待たせしました。今日いつもより笑顔や。釜玉そばで。あ、今日はラー油かけて食べてください。あ、確かにもらっていい？あ、いいよいいよ。いくらでしたっけ？万人受けするようなラーメンになってますので、ぜひ一度お越しください。はい、お待たせしました。豚骨塩味玉ニンニク抜きです。はい、ありがとうございます。いいな、九州。よかったよ、九州。文化上もなんかそのタイミングによって上陸。あそこで長崎よかったよ。お待たせしました。ネギラーメンです。メニューいろいろやりたいけど、もう一人ではね、ちょっと手に負えなくなってきちゃってるんで、もうこれ以上増やすのは無理なんで、質、クオリティを安定させたいなっていうところですかね。8番さん、醤油の味玉お願いします。大好きです。昔ながらの上越ラーメンが食べられるのはここだけですね。もう毎日変わらない味を提供するってやっぱり大事かな。はいよー。はい。1番さん、醤油チャーシュー並お願いします。チャーシューつけ麺特盛りに味玉です。はい、お待たせしました。すごく美味しいです。巻いて煮る状態にするっていうところが背骨とかわら骨とかいわゆるげんこつとか全部いろいろです。19時間ぐらいかかるので。うちの両親が親父と黒が始めたのが一番最初なので、私それ後を継いで、いわゆる2代目っていうことになりますけど、結構いらっしゃいます。週1回どころか2回3回という方がいらっしゃるので、田舎なので新しいお客さんだけではやっていけない、もう常連さんがいないとやっていけないので、
いかに常連さんに続けて来ていただくかっていうのはもう課題なので、なんていうんですかね、奇抜な新しい珍しいことっていうよりも、もう毎日変わらない味を提供するってやっぱり大事かなと。そうですね、平日はそこまで。自動販売機だと時間外の朝だったり夜中だったりにも買えるので、あとお店に入ってこなくても買えるっていうことで、水煮のメンマだったり塩漬けのメンマだったりすると仕込みが非常に簡単でいいんですけど、やっぱり比べちゃうと、風味も歯ごたえも乾燥メンマの方が圧倒的にいいんですよね。これ一回、茹でて、でその後水を変えながら絞って、大体4日か5日ぐらい経つとこの状態になるので、これ2日経つとこういう状態になります。であともう2日3日経つとこれになるという。やっぱりタケノコの風味がこっちの方が断然いいですね。頭肉っていうか頭の部分の肉です。あとは黒い背脂。もし同業者の方が見られたら、今の材料びっくりすると思うんですよね、多分。豚ガラだけなんですよ。あと豚肉と背脂も入ってますけど、これはそんなに珍しくないので、ガラが豚ガラだけの出汁っていうのは多分
全国的に見ても珍しいんですよね。一般的に上越ラーメンっていうご当地ラーメンがあって、これはもう豚ガラだけで取るっていうのがここのスタイルなんですけど、豚ガラのみのスープっていうのは非常に珍しくて、多分皆さん飲んだことない、食べたことないんじゃないかなと思うので、味が想像できないかと思うんですけど、多分そういう方が食べられたらびっくりすると思います。多分想像と全然違って、なんか豚のスープっていうとこってりしてたりとか、ちょっとなんか癖があったりとかってイメージがあるかもしれないんですけど、非常にクリアで、もうなんていうんですかね、香ばしいっていうか、ぜひちょっと知らない方は食べてみていただきたいですね。で、4個目は20度を超えると混ぜてる間にこうベタベタしてきてて、それを防ぐために水の量を変えてるんです。こういうちょっと乾いたそぼろ状態にできました。いらっしゃいませ。お待たせしました。
好きです。昔ながらの上越ラーメンが食べられるのはここだけですね。このスープがすごい美味しい。失礼します。お待たせしました。ゆっくりどうぞ。いただきます。はい、たまに来ます。私の好みの味ですごく美味しいです。なんか次は違う味に挑戦してみたいなとか思ったりしてます。先に醤油の波お願いします。10番醤油の波お願いします。お願いします。醤油チャーシュー。はい、ありがとうございます。白醤油チャーシューに味玉お願いします。失礼します。醤油の大盛りに味玉お願いします。黒醤油チャーシュー特盛りお願いします。お待ちどうさまでした。わかりました。いつも通りすごく美味しいです。なんか割とあっさりめなんですけど、すごい醤油の味がしっかりしてて、全部飲み干したいぐらい美味しい感じです。はいよ。はい。一番さん醤油チャーシュー波お願いします。4番さん醤油チャーシュー大盛りお願いします。は
波に味玉お願いします。醤油が波に味玉で、黒醤油チャーシュー波やね。はい。いらっしゃいませ。つけ麺特盛りに味玉です。醤油チャーシュー何お願いします。一石二鳥、醤油と黒。味噌ラーメン、波やお願いします。醤油特盛りお願いします。肉抜き大盛りちょっとだけネギお願いします。5番さん醤油の特盛りお願いします。チャーシュー麺の醤油をよくいただきます。はい、はい、あっさり醤油味が味わえるっていうか。鍋にチャーシュー1枚味玉お願いします。味噌ラーメンお願いします。8番さん醤油の味玉お願いします。醤油じゃなくて白醤油大盛りちょっとだけネギ味玉お願いします。お願いします。9番さん、醤油ネギラーメン大盛りです。失礼いたします。お待たせしました。醤油ネギラーメン大盛りです。どうぞ。醤油の大盛りちょっとだけネギお願いします。はい、失礼します。お待たせいたしました。醤油の大盛りちょっとだけネギです。どうぞ。大
多い時週3ぐらいで多分来てますね。麺もスープもチャーシューも美味しいですし、大将おっしゃる通り上越ラーメンっていう感じで、大好きです。じゃあこちらですね、昨日のね若いのは来れないですけど、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあこちら、また待ってます。はい、ありがとうございました。お待たせしました。醤油ラーメンの並盛りです。ごゆっくりどうぞ。中太麺ってもっとなんていうんですかね、味噌ラーメンとか札幌の味噌ラーメンとかこってりした濃いスープに合う麺なので、でもこれが上越の伝統で、逆に言うとこの麺に負けないんですよね、スープが。っていうのが特徴。その豚ガラのスープと中太の縮れ麺っていうのが上越ラーメンの特徴ですね。11月か12月頃として、創業はいつぐらいにされたんですか16年、平成、今20年経った。7つは週にもらう。70キロ大体。チャーシュー麺も食べるし、あとほら持って帰る人いる。来るまでの時間でいいじゃん。違うんだわ。ここから1時間ぐらいだけね。
はいよ、ありがとうございます。大体その時間になればちょうど上がるなっていうのを見極めて持ってくる。レジ来る人もいるじゃん。それだったらさ、誰もいないから時はちょっと待っとってってレジ待たして俺持ってくる。麺伸びるさ。
卵のとこだけ開けて側にこうやって置くの。それで真ん中に卵置いてやるとさ、丼にすると最高だよ。卵半熟で揚げるとさ、じゅわっと出るし、肉汁が出るからさ。それとあとほら、チャーハンなんか一番いいのは、これ入れるだけで味せんでも染み取るからさ。やっぱりチャーシュー、ネギチャーシューかチャーシューが一番多い。あとはまああれだな、いろいろだな、岩のりとかも出るし、食べたいの食べとるそうや。そういいわ。ほら。
先頭味噌チャーシューたっぷりです。はい。はい、まず味噌2つ。1番いきます。はい。味噌わかめ。チャーシューは、たっぷり。はい、たっぷりです。はい。はい、ネギ味噌わかめ。わかめがありです。はい、ありで。はいよ。はい、1番いきます。はい、どうぞごゆっくり。あり。イエス、はい、あり、はい。はい、お願い、辛味噌なし。そこにも一枚だわ。こんばんは。はい。はい、やって。バター取ります。バター1個でいいです。はい、バター。
しします。はい、やらせはい、味噌だしあり。あと1番いきます。ネギの。両方ありです。はい、どうぞ両方あり。あり3本。はい。お願い。はい、いい子です。はい、1番いきます。よ。よし。はい、やらせはい。はい、取ります。はい。生やせ。餃子お願い。お待ちです。いるちゃん、これ5番。0 1点。はい。麦味噌チャーシュー3枚あり、味噌なしです。よっ。これにんにくあり。ありです。いいよ。はい、ラーメンお願いします。はい、バーガーカンパーオーダー。母さん、よろしく。生レゼ。たっぷりで。はい。もうたっぷりね。はい。はい。いいよね。
はい、ネギ味噌第6番。あり。あり。はい、チャーシュー8枚。はい、スパイっていいよ。はいよ。エリラーメンまず。はい。お待たせしました。はい、ごゆっくりどうぞ。おすすめはネギ味噌。美味しいですよ。はい。はい、予約です。はい、お願い。チャーシュー。ラーメンお願い。はい、特味噌と味噌チャーシュー。特味噌なし、味噌チャーシューありです。特味噌なしで味噌チャーシューがあり。はい、お願いします。お取りです、お姉さん。はい。ちょっと待ってね。はい、台湾あり。これといって。はい、すぐ。お願い。
一郎ニンニクありね。ニンニクありね。味噌チャーシュー大盛りがなし。なし。で普通のノーマルやつがあり。なし。はい。マイキーマイキー。大盛りがなし。はい、行きます。はい。なし。お願いします。よいしょ。仕上げて。キムチネギ。はい。お願い、ラーメン上がります。特味噌あり。はい、特味噌あり。はい、お待たせしました。キムチネギ味噌です。はい、ゆっくりどうぞ。定期的に来させてもらってます。彼女よくキムチネギ味噌。頼みます。美味しいです。はい、どうぞ。はい、ごゆっくりどうぞ。朝はどういう仕込みされるんですか？大体まあ夜のうちにある程度やっとくんですけど、朝は切り込み少し野菜とか、ランチがパンチヌードル、一番よく出るラーメンをちょっとランチに入れたんで、それの仕込みと。手袋。どんな方が多いですか？平日はもう昼も夜も働きます。週末はそうですね、県外の人とか割と来たことのないような人も多いですね。
ごめんなさい、そこフライヤー行き去年の暮れ頃に発覚したんですけど、がんになっちゃったんですよ。ステージ4なんで、大腸から肝臓に移って、肝臓がもう手術するなら全摘出、お店も休めないじゃないですか。まあ抗がん剤治療がうまくいけば、いかなければ桜は見られないって言われてて。メジャーリーグドジャース大谷翔平選手に待望の復活です。10試合ぶりとなる14号ホームランが飛び出しました。左の太もも裏を痛め調子を落としている大谷翔平。それでも第3打席、センター前へ弾き返しタイムリー。4試合ぶりの打点をマークします。そしておお、いいよ、どうぞ。はい、どうぞ、ありがとう。じゃあ、カツカレー。はい、はいよ。普通盛りでいいですか。普通盛り。はい、下せてれる。出演して、今日ライブだ。開けっぱなしなので。はい、もういいですね。長くなってない。ありがとうございます。いいね、カツ。でかっ。すごい、これカツでかくて。うまいですね。はい、お願い。
はい、お願い。ございます。はい、いらっしゃい。おお、ありがとう。おい、いらっしゃい。どうぞ、ありがとう。はいよー。はい、どうもー。お願いします。ありがとうございます。はい、どうも、いらっしゃい。はい、粘ってー。昆布、味噌、A大。いらっしゃいませ。はい。唐揚げでいいですか。いらっしゃい。はい、A大。おい、いらっしゃい。何名様。ありがとうございます。お願い。
はい、ランチ。はい、つけしょう。ああ。よいしょはい、来られるんですか？そうですね、ランチで来ます。おすすめのメニューってあります？インチキつけ麺とか、つけ麺がよく、今日はちょっとランチなんですけど、早いし、うまいし、価格も安いし、最高です。Good.今日はお休みで昼飲みって感じなんですよ。そうですよ。最高です。